北海道の海の玄関小樽港。埠頭には大型クルーズ客船が見えます。積み荷を満載した大型フェリーも寄港する天然の港です。整備され生まれ変わった小樽運河は観光スポットになっています。小樽港を守るのは3つの防波堤。北防波堤は明治30年から11年かけて作られた日本初のコンクリート製防波堤です。工事の指揮を執ったのは広井勇です。勇は文久2年高知に生まれました。札幌農学校、現在の北海道大学に最年少の16歳で入学。同期生に内村勘三がいました。アメリカ、ドイツで橋や港を作る土木工学を学び、小樽港を作る責任者となって防波堤建設を指揮し、その名を世に知らしめたのです。東京帝国大学土木工学科で教鞭をとり、民衆を幸せにする土木を熱く語り、土木工学を目指す若者たちに大きな影響を与えました。その一人、青山明。明治36年優秀な成績で土木工学科を卒業。単身アメリカへ渡り、パナマ運河建設に参加し、土木技術者になりました。帰国後、東京を大水害から救うため荒川放水路建設の指揮を執りました。また越後平野を洪水から守るための信濃川大河津可動堰の修復を引き受けます。完成記念碑には青山の手で「人類のため国のため」と記されています。八田与一、広井勇に学び、明治43年卒業。推理事業の技師として台湾近代化に取り組みました。洪水・日照りに苦しむ台湾南部の農民を助けようと大きなダムを作り、また荒れた平原に網の目のような水路を張り巡らせ、その一帯を実り豊かな穀倉地帯に変えました。台湾の人々は今でも暮らしを豊かにしてくれた日本人技術者の銅像を建て尊敬しています。そしてこの映画の主人公、久保田豊。豊もまた広井勇から民衆を幸せにする土木を学びました。熊本県阿蘇郡宮地に生まれ、大正3年東京帝国大学土木工学科を卒業。海外で活躍した先輩たちに憧れ、大きな夢を抱いて世界に羽ばたいていったのです。お日様が昇ったり沈んだりする穴を見に行きたいな。その穴はどこにあるとかな。ここは火の国熊本。阿蘇の大自然に包まれて育った少年の名は久保田豊といいます。子供の時から災害を見てきた豊は、道を直したり洪水を食い止めたり、自然を相手に大きな仕事をやりたいと思うようになりました。
そして多くの学生が出世を考えて法科に進む中、選んだ進路は土木工学科でした。橋梁を担当する広井勇です。よろしくお願いします。この人があの小樽湖を作った広井教授か。ああ。もし土木工学がただ人生を煩雑にするのみのものならば何の意味もない。土木工学によって数日を要するところを数時間の距離に短縮し、その分を静かに人生をシーせし、土木工学は机の上の知識だけではなく、実際の現場に出向き、人々と話し、地域の特性を知る。そうか、水の多い国で人々の暮らしを豊かにするのはこれだ。ダムを築いて水力発電所を作ることだ。豊は水力発電をテーマに卒業論文を書き上げ、優秀な成績で大学を卒業。よし、できた。大学の推薦で内務省に入り、東京土木出張所に配置されました。上流部は広大な荒川河川敷の北岸に寄せて、蛇行部をショートカットしたらどうでしょう。千住を迂回するのが一番だろう。その現場で豊は素晴らしい出会いに恵まれます。君が今度入った久保田君だね。お互い広井教授の門下生というわけだ。まさか青山先輩ですか。うん。青山先輩の話は広井先生から何度も聞いて憧れていました。単身アメリカに渡られてパナマ運河の大工事に参加されたのですよね。うん。あの大工事に参加できたことは誇りに思っているよ。自分も世界に出て民衆のために大きな仕事をしたいと思っています。そうか。だがまずは何でも仕事の手順を覚えることだ。俺も7年半情熱を注いだパナマではポール持ちから始めたんだからね。はい、一生懸命頑張ります。そうは言ってみたものの、技術手順の指導も大切だけど、青山先輩のように外国へ行って精一杯自分の力を試してみたいな。豊は夢の実現に向け、思い切って役所を辞め民間の電力会社に移りました。ところが会社は大不況の嵐に飲み込まれて倒産。夢どころか働くところもなくなりました。心機一転、小さな会社を作った豊でしたが、子供の頃から患っていた胸の病気が再発しました。大丈夫なのか久保田。森田先輩、長いこと入院していたそうじゃないか。病気なんか吹っ飛ぶことが起きたんです。これ見てください。朝鮮全土5万分の1です。何、朝鮮地図だって。よく手に入ったな。地図を読む名人森田先輩にぜひ見てもらいたいと思っていたんです。ダムを作って洪水を食い止め、水力発電で地域の人たちの生活を豊かにする。どうです？水力発電を起こせそうな川はありませんか？久保田、これはいけるかもしれない。ただ膨大な資金が集まるかどうかだ。子供の頃からの夢です。久保田豊、必ずやってみせます。これが世界最大のダム作りの始まりでした。鴨緑江の支流といったら不線江、長信江、巨線江だ。問題はこれらの流れをせき止めて、それぞれどこに発電所を作るかだ。鴨緑江を通って西の黄海に流れ込んでいる不線江、この流れをせき止め、逆に東の日本海へ流れを変えることができたら。大胆な発想だ。大胆もいいが大胆すぎるぞ。
それくらいの高低差がないと大きな発電はできません。行ってきます。どこへ行くんだ？現地に行くんです。机の上の知識だけでは土木はできないと広井先生がおっしゃっていました。豊は調査のため朝鮮に渡りました。そこは熊や狼も出没する未開の山奥でした。ここだ。バカな。川の流れを変えるだと？夢のような話だ。夢ではありません。不線港に水力発電所を建設して電気化学工業を起こすのです。朝鮮が農業から工業の国に生まれ変わる鍵は水力発電しかありません。面白い。君は現地まで行って裏付け調査をしっかりやっている。気に入った。一緒にやってみようじゃないか。ありがとうございます。大企業家野口従うとの出会いは豊にとって運命的な力を与えました。大正15年水力発電の会社を設立。計画は動き出したのです。何しろそこは高い山の奥地です。不線港の発電所建設は機械や資材を運ぶための道路づくりやトンネル建設から始まりました。山奥の大規模な工事は度重なる台風に何度か襲われながら進み、6年後不線港水力発電所が完成しました。この朝鮮と満州国の国境にまたがる鴨緑湖にダムを作りたいんです。これはまた日本内地にないとてつもないスケールだぞ。だからこそ内地とは比較できないほど多くの電力を供給できます。しかし一体どっちの国がこの莫大な費用を負担するんだね。2つの国に電力を供給するのです。双方が協力して半分ずつ負担するのがいいと思います。なるほど。だがすでに3つの発電所がある。もうこれで十分なんじゃないのかね。工業のためだけなら大丈夫です。しかし多くの人々の生活を支えていくには野口さん、土木の仕事に国境はありません。君にかかると全くあ、いやついにやったな、久保田君。ええ、失敗したら死ぬ覚悟でした。世界最大級の水砲ダムの完成は誰もが驚いた快挙でした。ところが日本は戦争に敗れ、日本人は引き上げなければなりませんでした。ご無事で。最後までお残りになったと聞いて心配で。何もかもなくしてしまったよ。またゼロからやり直しだ。こうして生きているだけで十分です。それに大陸の人たちに残した命の水こそあなたの財産です。うん。お父さん。うん。おかえりなさい、お父さん。父さん、おかえりなさい。じゃあ行ってくるよ。戦後豊は会社を一から立ち上げ、費用を工面して世界一周の旅に出ました。発電にとどまらず多くの経験と技術力を生かし、事業すべての相談や設計、計画、調査などを行うコンサルタントという仕事を第二の人生に選んだのです。
の人生に全てをかけた豊は積極的に世界に出ていきました。昭和28年、新しい国づくりを始めたビルマは豊に発電所建設を依頼しました。誰も踏み込んだことのない炎天下の密林へ分け入り、調査と設計を行い、民家に寝起きして地域の人々と工事を進めていきました。昭和35年、バルーチャン発電所が完成。ビルマの町に電気が灯ったのです。同時期、ベトナムでも新しいダム建設のプロジェクトが動き出しました。現地に入り、地元の人々の話を聞きながら計画を進め、サイゴン市、現在のホーチミン市に安定電力を供給したのです。また大規模な灌漑計画を実施し、農業開発に大きく貢献しました。メコン川流域の開発。豊は国連アジア計画の日本調査団長に任命され、メコン川流域の開発調査報告書をまとめました。その中の一つ、ラオスの山岳地帯を詳しく調査し、豊の奮闘で完成したのがラオスの電力を支えるナムグムダムです。インドネシア・スマトラ島アサハン水力発電所建設計画は、豊が戦時中から40年間追い続けた夢でした。90歳を過ぎても海を渡り、自分の目で工事の進行状況を確認。13年かけて工事が完了し、出力合計60万キロワットの水力発電所から120キロ離れた海岸まで送電し、アルミ精錬工場の生産に大きく貢献しました。こうして戦後、世界一周の旅から始まった久保田豊の夢は世界を駆け巡り、多くの国の人々に活力ある暮らしをもたらしました。豊が情熱をかけて作ったダムは、今もその国を支える重要な社会基盤となっています。密林を切り開き、計画から施工管理まで事業全体を完成に導くコンサルタントの仕事は、海外技術協力のお手本になり、その後外国で活躍するエンジニアの道を切り開いていったのです。その地図を見るといっても、ただ平面的に見るんでなく、こう等高線とかそれを見ながらいろいろ地形を想像しながら、ここに開発ポイントがあるのかなとか、そういうことを考えてたんだと思います。それで寝ててもですね、どうも天井の格子が地図に見えるような感じでした。そういう話をよくしてました。94歳になった豊は私財を投じ、技術を学ぶ開発途上国の若者のために基金を創設しました。これまで多くの開発途上国の若者が助成金を受けて勉強し、自国に帰って活躍しています。So first of all, I would like to say my deepest gratitude to the Nippon Koi and Kubota Fund Committee for the financial. 久保田豊、役人でも学者でもなく、民間の一土木技術者として自力で走り続けた人生。豊が探し続けた太陽の昇る穴と沈む穴を見つける夢は、世界の若者に脈々と引き継がれているのです。This is where you wanna stay.